当にまっすぐ、今骨盤まっすぐ作りましたよね。本当にまっすぐなんですね。こういうふうに外さない。で、これが自分の中でできてくるね。ここでもっと来て、もっと、はい、倒す。そう、ここまで来れる。あとはここで。ね、バレエのバーを使って、そしてヨガのポーズを分解していく。ブロックとかベルトを使ってやっていくものなんですけど、まず何がいいかっていうと、バーを使うことで自分の体の抵抗が分かるんですね。肩とか腰が曲がってないかっていうのがバーに向かった時に棒があるから分かりやすい。肩甲骨が胸を上に押し出すっていう、持ってていいですか？押し出すっていう感覚を作りましょう。これはね、腰で反ってるんじゃなくて、ここを動かすっていう意識でベルトが押してくれますから、肩甲骨のところで、ここが動くっていう感覚を味わってください。股関節を折りたたんでいきます。ウッドカターで、膝が見える？膝がつかないようにしてくださいね。これは内股。座骨と膝の間を同じにしたい。足の裏でマットを引っ張ってくるように使うと、お尻とハムストリングス今すごい使ってるの分かりますか？使ってないとこんな感じ使うとこんな感じだから、お尻を大きくしないようにしてください、ね、座骨を集める、はい、そしたら息を吸いながら手を耳の横あたりに持ってきて、骨盤を開かないように腰を閉じましょう。いけそうだったらもっと股関節曲げてもいいですよ。そう少し反っていったし、このまま入れて、もう一個いける？かかとに重心、背骨のアーチがあるまま入れてお尻です。場所を膝の下がまっすぐ、息を吸いながら手を上に上げて、吐きながらお尻を斜め後ろに引いて、股関節は膝が曲がるというよりも股関節が折り曲がるっていう感じで、ここまで来たら腰反りやすい方、尾骨を入れて下から突き出して、あとは顔が真面目にならない普通のタタアサナは、チェアポーズは太ももの前と後ろを均等に使うポーズだから、膝を曲げるって思うと太ももの前しか使わないで、あと膝が前に出ちゃうから股関節を折るっていうふうに覚えてくださいね。ここでもうこれ以上行き過ぎないように腹斜筋使ってます。この着物の帯のところね。で、上がってくるときに足の内側使いながら上がってくる。ここで読んでいく。これをやります。で、何回かやったら大丈夫そうだったらアームでやります。この分重くなるのでちょっと大変で、あとはねじれないようにこっち行ったりこっち行ったりしないように、なるべくまっすぐのラインからまっすぐっていうのをやります。はい、こっちね、ここでもっと来て、もっと、はい、倒す。そう、ここまで来れる。あとはここでそうすごい大事ですからね。これで今やってみて、自分の体がどういう感じかっていうのをちょっと感じてみましょうね。で、何かやった後に何か変わるだろうか実験します。はい、じゃあまずまっすぐタタアサナで立ちましょう。足揃えて内ももギュッとして、まっすぐタタアサナは耳の穴、肩関節、股関節、それから膝のお皿の後ろ、外くるぶしまでが横から見た時にまっすぐになっているのがまっすぐですね。はい、そしたら手を腰にして、最初右足上げるから左足で立つっていう心づもりを脳で命令して、右のかかとを上げます。で、この時にお尻寄っかからないよね。さっきのとこ使って。で、息を吸いながら足を上げたら、右手で持って足の裏をペタッ、三角形作って。で、これは下に向かう。はい、じゃあその感覚ちょっと覚えておいてね。はい、では一回足を下ろして、
ね、親指で母子球のところで床を踏んだのがすねにつながって、それがここまで来ます。それを意識しながら、はい、どうぞ、右足どうぞ。両方で真ん中に集めてる感じがあれば、はい、じゃあ足滑らせて下ろして、はい、じゃあ離せそうだったら手を離していきましょう。右手、片手、右の足上げないよ。右の足上げない、右の足上げない。伸びて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 。はい、オッケー、いいです。じゃあ足抜いて。右のお腹引き上がってるかな。右の骨盤と股関節の間に隙間を作りましょう。そこ詰まってない方がいいよ。はい、足を上げる。足を上げる。あとね、疲れたら休んで下ろしてくださいね。ずっと頑張ってなくていいから。これちょっと伸びるかな。そう、じゃあ手離してみるよ。ね、チャレンジしたかったらやってみよう。はい、息を吸いながら、左手かな。上げます。中指引っ張りましょう。さあ、お腹持ち上げて、右の足つい。はい、OK です。お尻からカムに軸のでしょ。さあ、だけいいの？正解。で、お尻が痛いからもうやめたくなるっていう感じ。先生正解。そう。で、やりやすくこういうふうにして逃がしてると、多分5分でもやってられちゃうけど、あんまり何も使ってないね。あと、こんな出たりすると。だから、今みたいに、したところでやると、すごいお尻痛いです。その代わり、すごい足腰強くなるから。はい、いいでしょう。じゃあ、お尻緩めたいね。緩めたいね。シェイカーパーランナーで緩めましょう。ね、バレエの人、お尻使うから、お尻緩めてください。左足を斜めにする。踏まないように、ね、このマットのこの線と骨盤型がスクエアになるように置きます。で、後ろ向いたときに足、体の真後ろであるようにしてね、ももで押します。あとは腰が痛くなりやすい人、今腰痛い人はちょっとこんな感じで休んでても構わないです。お尻が伸びてる。でも積極的にこう付け根を伸ばしたい人は体を起こしてください。これ肩と腰がまっすぐになるように。例えばアラベスクも最初にここを目指すでしょ。お仕事行かないでしょ。なんですけど、ヨガの場合は本当にまっすぐ、今骨盤まっすぐ作りましたよね。本当にまっすぐなんですね。こういうふうに外さない。で、これが自分の中でできてくると、外すのすごい楽だからいつでもできる。でもずっと外してこれでついたついたってやってるとずっと外れたままですから、まずはまっすぐで、お尻上がってもいいからまっすぐなところでやる。で、蹴っていく。足の母子球のところ、肉球のところありますね。猫へ、犬でいう肉球のところをつけていく。そしてお尻を後ろに引っ張る。そうするとめちゃめちゃここが伸びるから。これをやります。これがここもアーチができると思いますね。ここつけようとする。こうではなくこうですね。で、母子球を押した力がすねにつながって膝を押さないように、膝を太ももの筋肉で上に引っ張る。これ違う。これの方向違うとこっち。そうすると骨盤が前に出ていかないで、ももの筋肉こっちに入ってくるので、膝のお皿が上に上がって膝の裏が伸びてきて、でも膝が痛くなる。わからないです。わからないです。でもね、本当にみんなそれぞれ足首のほら柔軟性とかもあるし、でもやろうとする。寒かったとしても、ここ、そう使えてる、ちゃんと感じてるよ。使えてるよ。ね、舞台の時だけ笑うと思ってもね、だか
から普段の時から筋肉を使ってる時も顔も筋肉だから顔真面目にならないで楽しい体筋が伸びて楽しいとか筋肉使ってる時はちょっとくなるかもしれないけどでも普通の顔でストレッチとかができる頑張ってますみたいな感じにならないでそうするとね顔もなんだろう緩んでくるというか全部体つながってるからだから体の細胞が喜ぶストレッチをしたり筋トレをすることによって喜んでくれるから我慢しないよね息を吐きながらひねる後ろの人見えちゃうで吸って戻す息を吐きながらひねるこんにちは脳で命令すると体絶対変わるからなんとなくやるとねいつも使ってるところを使っちゃうからね今は右の肩甲骨の背骨側を剥がすそこを動かす上肘曲げて反対の手で肘を持って動かします動きよくなったらここが動きよくなると背中まっすぐにして股関節から折りたたむこれがこういうところがこういかないように股関節から骨盤ごと折りたたんでいきますで肩の下にこれがくる肩甲骨のところさっき使った肩甲骨のところからツイストをかける天井にはいいいでしょうでは戻してはいそしたらゆっくりとした呼吸に意識をまず向けてお腹を膨らませてみたり胸を膨らませてみたり息を吐くときはちょっとだけお腹を使って足の裏から空気を抜いていきますシュワ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 足の裏がくすぐったいまた新しい息を体の中に入れてくる鼻呼吸をする息を吐いたときは下っ腹のあたりに落としていく骨盤が安定する安心感安定感